皆さんこんにちは、マヨです。元気ですか？ Hello everyone, I'm Mayo. How are you? 私はいつも通り元気です。いつも元気ですから。今日は日本語のリスニング、聴解の練習をしますよ。日本のニュースを日本語で説明するので理解できるかどうか挑戦してみてください。Today I'm sharing news about Japan in Japanese language. So please try to understand. And if you are a beginner Japanese learner, please turn on the English subtitle from the setting so that you can at least understand what's happening in Japan. Okay? では、頑張りましょう！タイトル、そのハンコ、本当に必要？ハンコって皆さん知ってますか？ Do you know what ハンコ is? ハンコはこれです。これが私の名前が書いてあるスタンプ、ハンコです。そしてこれがインクです。これがこうやってちょんちょんちょんってやってポンって Yes like this Okay? So, ハンコ。そのハンコ、本当に必要？ Do you really need that stamp? では、ニュースを読みますよ。正当な理由がない行政手続きについては、ハンコをやめろ。デジタル化を集中的に進める方針を打ち出した河野行政改革担当大臣は9月25日の記者会見でこう言い放ちました。難しいね。日本では総理大臣が変わりました。そして大臣もだいぶ入れ替わりました。新しい行政改革大臣が河野さんです。行政改革大臣は Minister in charge of Administrative and Regulatory Reforms っていう英語訳なんですけど、簡単に言うと国のいろんな手続き、仕事をもっと効率的にやりましょうねっていう、大臣、ミニスターがこの河野さんという人です。河野さんが記者会見でこう言ったんですね。ハンコやめようよってもう私は賛成です。ハンコ必要ありません。サインで OK です。これまで日本ではハンコの文化がとても強かったんですね。例えば私が銀行口座 Bank Account を作りたいと思うと、自分の身分証明書 Personal ID とハンコ、これを持って銀行に行っていました。そして銀行の口座をこう作るんですね。その時にこのハンコも押していました。そして銀行口座の情報を変えたりしたい時にこのハンコを押して、これは私です、作った本人ですよっていうことを証明していました。海外ではハンコじゃなくってサイン、signature を使うと思います。ただしこのハンコめんどくさいなって思うんですよ。なくしたら危ないし、カジュアルに使うときはこっちを使います。これは蓋を開けてそのまま押せるタイプです。これをシャチハタ印と言います。これは同じものがたくさんあります。だから銀行口座を作るためには使えません。ではどんな時に使うかというと、
最近は必要ないんですけど、宅急便が来た時に受け取りましたっていうために印鑑をね、押してました。このハンコは会社とか国の手続きでもたくさん使われています。例えば、私が出張ビジネストリップに行きたいとします。そしたら、紙に出張に行きたいです。ここに行ってこういう仕事をしますと紙に書いて、上司、ボスのところに行って、ハンコお願いしますって言うんですね。そして上司、ボスが OK だよって言うと、ハンコをプッと押していました。とても重要な書類になると、ハンコがもう5個ぐらい必要になることもあります。自分の上司のところに行って、ハンコ。その上の人のところに行って、ハンコ。ハンコもらって、5個揃って、OK! 出張に行けるぞみたいになってたんですね。でも、今、コロナのせいで、みんな在宅勤務、work from home をしています。だから、上司からハンコをもらうことができません。ハンコをもらうためだけに会社に行くなんてケースもあるらしいです。でもこれ、オンラインのサインでいいじゃないですか。ってみんな思ってるんですよ。そこで今回の新しい大臣、ミニスターがハンコやめようよって言ったんですね。もちろん一部では日本の伝統トラディションがなくなってしまうでしょ。ハンコはあった方がいいよっていう人もいますけど、多くの人は仕事が早くなるね、簡単になるねということで、ウェルカムな雰囲気があります。皆さんの国にはハンコみたいなものってありますか？ That's all for today. Did you understand? In short, Japan used to use this kind of hankos a lot. If I want to open a bank account, then I needed this. I needed to use hanko to prove that this is me. Also, in companies, if someone needs to approve a document, they used to put the stamp on it. But they are actually not really necessary. We can do the same things with signatures or even online signatures. So the new ministry, Kono-san, said, okay, let's not use Hanko. So Japanese government and Japanese officers will use less and less Hankos. And I believe more and more companies will follow the same path and stop using Hankos as well. Which I totally agree. I'm so happy about it because I sometimes lose Hanko and it's really, really problematic. And if I can just do signature every time, then that would be much easier for everyone except for Hanko companies. They have to suffer. I'm sorry. Yes. So that's all for today's video and thank you very much for watching. If you like this video, please like and subscribe. And if you have specific topics that you want me to explain in Japanese as listening practice, please leave the comments below as well. Thank you very much for watching and またね! バイバーイ! さようなら!